こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は最新の AMD プロセッサーストリクスヘイローこと Ryzen AI Max Plus 395を搭載した ASUS ROG Flow Z13 をレビューします。この Ryzen AI Max Plus 395のプロセッサーが化け物級の性能で GeForce RTX シリーズのような独立 GPU を搭載していないのにモンハンワイルズもできる性能を持っています。しかもSurface Pro みたいなこんなにコンパクトで薄いタブレット PC で手軽に外出先へ持っていきゲームをしたり動画編集などのクリエイティブワークをしたりすることができます。それでは詳細を見ていきます。まず Ryzen AI Max Plus 395プロセッサーの CPU 性能についてシネベンチ2024を確認します。マルチコアのスコアを見ると昨年登場したストリクスポイントの Ryzen AI 9HX370 よりも約 1.8 倍も高いスコアでした。一般的なノート PC に採用される Ryzen 5 8540U と比較した場合は約3倍も高いスコアです。さらに高性能ゲーミングノート PC に採用されている Core i7-14700HX よりも高いスコアでした。この小さいタブレット PC に搭載されているとは思えない CPU 性能です。続いてお待ちかねの内蔵 GPU の性能を確認します。まず CPU 内蔵 GPU をテストするのに適した 3D マークナイトレイドのグラフィックススコアを確認すると Ryzen AI Max Plus 395は Ryzen AI 9HX370 よりも約 2.6 倍も高いスコアでした。さらに CPU 内蔵 GPU としてはかなり性能の高い Core Ultra 7 258V よりも約2倍も高い驚きのスコアです。続いて GeForce RTX シリーズと比較するために 3D マークタイムスパイのグラフィックスコアを掲載します。 Ryzen AI Max Plus 395は最大グラフィックスパワーが 140W の GeForce RTX 4060ラップトップよりは低いスコアだったものの 140W の GeForce RTX 4050ラップトップよりも高いスコアが出ていました。 CPU 内蔵 GPU としては驚愕のスコアです。次はゲームの平均フレームレートを見ていきます。なお今回テストしている PC は画面比が16対10なので 1920×1200 またはこの PC 本来の解像度の 2560×1600 でテストしています。まもなくモンハンワイルズが発売されるということでまずはこのベンチマークを実行してみます。 1920×1200 の解像度でフレーム生成をオンにすれば約 82fps の高い平均フレームレートが出ていました。その他の設定の平均フレームレートはご覧の通りで 2560×1600 の解像度でも 65fps の平均フレームレートが出ていました。モンハンワイルズも設定次第で十分快適に遊べるフレームレートが出ています。その他のゲームの平均フレームレートはご覧の通りです。 1920×1200 の解像度でグラフィック品質設定は中または高にして計測しています。劇的に重いアークサバイバルアセンデッドでもノーマル設定で平均 55fps のフレームレートが出ます。低設定にすれば 80fps を超えてきます。パルワールドも中設定で 74fps が出ており快適にプレイすることができました。続いて Apex や Fortnite のような高いフレームレートが必要とされる FPS、TPS ゲームの平均フレームレートを見てみます。中から高設定で 140fps 以上の平均フレームレートが出ていました。もう少し設定を下げることでさらに高いフレームレートが出ます。正直内蔵 GPU でここまでの性能が出るのは驚きました。多くのゲームがグラフィック品質設定次第で快適にプレイすることができます。続いてクリエイティブソフトを動かした時の処理時間を見ていきます。 Adobe Lightroom Classic で100枚のローデータを現像し一度に書き出した時の時間がこちらです。計測した時期が異なるので正確な比較ではありませんが Core i9-14900HX を搭載したノート PC よりも早い書き出しでした。純粋に CPU が高速であるということもありますが 256GB/s のメモリ帯域幅を実現したユニファイドメモリを採用しているのもこの速さに影響しているのかもしれません。現像の作業もストレスなく行うことができライトルームも快適に使用することができます。次は Adobe Premiere Pro で 4K 動画を書き出した時の時間を見てみます。こちらは
Core i9 および RTX4060 を搭載した機種よりも遅いですが、Core i7 および RTX4050 を搭載した機種よりは早かったです。4K 動画の編集も十分行えるでしょう。続いて消費電力を見ていきます。FF15 のベンチマークを実行した時でさえ 100W 程度の消費電力で済んでいます。100W くらいの USB-PD 充電器を使ってゲームをしたとしても、そこまでフレームレートを落とさずにプレイできると思われます。バッテリー駆動時間はご覧の通りです。1と2はメーカー側で JETA3.0 計測法でテストしたバッテリー駆動時間で、1がアイドル時、2が動画再生時のバッテリー駆動時間となっています。3については当サイトにて計測したバッテリー駆動時間で、動画編集ソフトを使って編集中の動画をプレビュー再生させた時のバッテリー駆動時間となり、負荷は割と高めです。1や2のような負荷が低い時は思ったよりもバッテリーで駆動できています。ただし3のような負荷が高めの時は他のノート PC よりもバッテリー駆動時間は短めです。なおゲームをする時はバッテリー駆動状態だとフレームレートが出ないので、充電器を接続することをお勧めします。付属の AC アダプターは大きいので、外出時は USB-PD 充電器を持って行ってもいいでしょう。ディスプレイは 13.4 型 2560×1600 ドット 180Hz の液晶を搭載しています。 100% DCI-P3 クラスの色域なので、有機 EL と同じくらい色の表現できる範囲が広いです。広い色域なので画像編集などの用途にも適しています。また有機 EL と違いフリッカーがありません。タッチパネルおよびペンにも対応しています。なおペンは付属していないので別途購入する必要があります。試した限りでは MPP ペンが使えました。ただ光沢なので映り込みはあります。インターフェースはご覧の通りです。 USB4 が2つ搭載されており、パワーデリバリーおよび映像出力に対応しています。その他は HDMI、マイクロ SD カードスロット、 USB-A などがあります。割と充実したポート構成です。キーボードは普通の打ちやすさです。キーボードは取り外しが可能で、取り外すことによりタブレットとして使用することができます。背面にはスタンドがあるので、これを広げればタブレットを自立させることも可能です。キーボードが外れることを利用し、自宅で使うときは別の好みのキーボードを使うのもいいでしょう。ただし価格は最も安いモデルで37万円台、Ryzen AI Max プラス395を搭載したモデルだと44万円台からと高額です。予算に余裕がないと購入するのは難しいです。なお ASUS には本製品のような重量が軽くて消費電力も低くゲームもできる性能のノート PC が他にもあります。しかも ROG Flow Z13 より安いです。それは ROG Zephyrus G14 です。この製品はキーボードを含めた ROG Flow Z13 よりも軽く、バッテリー駆動時間もほぼ変わりません。 CPU 性能は ROG Flow Z13 の方が高いですが、グラフィックス性能は ROG Zephyrus G14 の方が高いです。タブレットになる必要がなければ ROG Zephyrus G14 もいいと思います。こちらも合わせて検討してみるといいでしょう。以上が ASUS ROG Flow Z13 のレビューでした。Ryzen AI Max プラス395がとにかく高い性能であることに驚きました。特に CPU 内蔵 GPU が GeForce RTX 4050ラップトップ以上のパフォーマンスで、モンハンワイルズベンチマークでも高い平均フレームレートが出ていました。パフォーマンスが高いことに加え、ディスプレイの色域も広いのでクリエイティブワークにも適しています。軽くてコンパクトで持ち出しやすいので、外出先でゲームやクリエイティブワークをする方に最適です。最後に何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。